フライトジャケット塾開講です。バズリクソンズ亀谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回、はい、インターミディエイトゾーンの変遷をずっとこう追っていただいて、はい、B15 シリーズ B10 から B15 シリーズ、D まで来ました、はい、でそこに続くのが今回紹介するこちら、はいはい、今松島さんがおっしゃった B15 シリーズの流れを組んで登場したのが、はい、こちら MA1 ですね。1950年代最初の頃、はい、アメリカ空軍はいが採用したマイナス10度から摂氏10度まで、はい、インターメディエート用のジャケット、はい、この形はもう皆さんね、ファッションのこと知らない人でも見たことあると思うし、MA1 と聞けば、知ってるよって言える人たちは多いんじゃないかなと思うんですけれども、実はこの MA1 にはすごく深いお話がいっぱいあると。そうなんですね。そういうことですね。これまでの B15 の流れを改良と改良を重ねてきたので、非常に完成度の高いジャケットなわけですね。これがそうかそうか、もう究極がここに誕生するみたいな、そんなイメージですかね。そういうイメージですね。はい、はい。まずこのフロントの大型のジッパーなんですが、そのフライトグローブを手袋をした上からでも上げ下げしやすいように、革のプルタブがついてたりですとか、一方のこのシガレットポケットには割と小さめのプルタブですね。であとフロントのこの目立つテープ、これはオキシジェンタブのホースにクリップがついてまして、そこでこう固定して操縦しやすく、あまりこうぶらつかないようにするためのもので、この脇の下にはコミュニケーションワイヤー、機内通信のワイヤーですね、それを通して邪魔にならないように。一見シンプルなデザインのように見えて、今見えるところでお話ししていただいただけでも、かなりいろんなことディテールがここには詰め込まれてますよね。そうなんですね。あとはこの B15 でもそうでしたが、ライニングに両サイドの収納ポケットもついてたりとか、ポケットがついたりとか、あとはその風の侵入を防ぐ前立て、ウィンドフラップですね。このジグザグでこう中綿と同様のウールパイルが入っています。じゃあちょっとそういった細かい作りの部分、まだ見えない部分もいっぱい解説するところがあるわけですよね。たくさんありますね。ちょっとですね、さらに深いところへ入っていきたいと思います。亀さん、ちょっとこれはすごい無残にも切り刻まれたと言っていいんでしょうか。意図的にこれ切ってるものですよね。解説用ですか。解説用ですね。解説用の MA1、すごいことになってます。じゃあどこからいきましょう。素材から。そうですね。表地の素材、ヴィンテージの MA1 にハサミを思い切って入れまして、素材の分析から始めました。買えないですか、この素材は。そうなんです。流通しているものがなくてですね、一から作らなくちゃいけなかったんですね、このナイロン素材も。じゃあもうヴィンテージをそのまま忠実に再現するとなったら、生地の研究からしなきゃ、検証からいけないっていう。縦糸がですね、ナイロンの糸の太さってデニールという単位を使うんですが、聞いたことありますね。縦が70デニール、横糸が200デニール、で今度1インチ間の打ち込み本数、これがですね、縦260本、横80本っていう、1インチの中に260本、ピピピピピと非常に緻密な打ち込みなんですね。この確かにそうか、この光沢感が出るわけですからね。なのでこのナイロンっていうのは、シルクのようなしなやかさと、鋼のような強さを兼ね備えたナイロン素材が登場したので、当時とすればすごく画期的な。しかもそれまでの素材よりも軽いわけですよね。そうなんです。1950年代当時、もう魔法のような素材がナイロンだったわけですね、これ。そうなんです。もうフライトジャケットにその資材が投入されるべくして登場したような素材ですね。でそのシルクのようなしなやかさを兼ね備えてますし、立体裁断なんですね。その短いカッティングと長いカッティングをつなぎ合わせることでより立体感生まれるフォルムになっている。なのでこういう縫製のところの細かいシワ感、
これはもう MA1 ならではのというイメージになってますけど、こういうところも MA1 の魅力でもあるんですね。このひだひだひだというか、なってますね。これがナイロンでありますよね。通常ですとね、中綿見れないじゃないですか。そうですよね。中綿を紹介するのにちょっと切って、紹介モデルなんですけど、コットンとウールの混紡のウールパイルで保温性を確保している。この白い部分ですよね。そうなんです。これがコットンとウールなんですね。見えないところではあるんですけど、これも一から作るしかなかったんですね。市場に流通しているものではなくて、その辺の綿というわけにはいかなかったわけですね。いかないんですね。こういう本物と本当に同じような素材を使わないと、この全体の出来上がりのオーラが全然違うんですね。試行錯誤を繰り返しました。これはまた分厚いですね。しかもそうなんです。しっかり保温性を高めてくれそうな。そうなんです。でこれもですね、裏地の薄いナイロンツイル、表地に比べて若干薄い、ナイロンツイルをウールパイルと今度組み合わせて縫わなくちゃいけないんですね。最初の段階で表地をつける前に。で着用して着やすいように、内側が総2本針で。確かにこう、ジーンズの脇みたいなね、着用した時にこうゴロゴロしないというか、ストレスがかからないようにスムースに動きやすいように2本針で。そんな工夫がされてるんですね。言われなきゃこれは分からない部分ですね。でその裏地と中綿をドッキングしてから今度最後に表地、最後にこのナイロンの表地を合わせるっていう。だからジャケットの縫製2着分ぐらいの手間が。それは確かに究極ということがよく伝わります。で今度ここ、ここなんでしょう。通常ここポッケ入れると、これが同じ素材なんですね。そうか、ここ切っちゃって、普段見えないところが見えてるわけですね。私のその今持ってるのがウールサイドで、松島さんが今見えるのはこれレーヨンサイド。こんな見えないところにこんな光沢の、レーヨンとウールの混紡なんですね。でこのレーヨンサイドの素材の方は、ライトゾーンの L2B のライニングでこちら側を使ってます。裏地に使う生地をポケットの袋地で、MA1 では使ってるという共通した素材をある程度のジャケットに振り分けることで、コストダウンを図ってたっていう。そういうことなんですね、目的は。今ね、さらっとこのナイロンの話、内側のウールパイルの話、袋地の話、ここだけでも今3つの素材が登場してるんですよ。登場しますね。で、そっか、ライニングも別のナイロンですもんね。そうなんです、別のナイロン。4つの素材が組み合わさってる。さらにあとリブですか。リブですね。この袖はもうつなぎ目のないワーミのチューブリブ。本当だ。ここもですね、手首にこうストレスを感じないんですね。これ素材は何使ってるんですか。ウール 100% です。ウール 100%。フライトジャケット全般に言えることですが、このチューブリブが、つなぎ目のないチューブリブが特徴ですね。こうやって見てもらうとね、つなぎ目がないんですよ。すごいですね。襟も同様にウール 100%。裾も使ってますね。裾もそうですね。だからそのナイロン素材、ファスナーの金属、ウールのリブ、スナップの金属、こういったね、異素材の集合体が非常にフライトジャケット MA1 で代表するのに魅力的なんですよね。確かに一色なんですよ。遠目で見れば、一色だし、そんなに素材がいっぱい詰まってるようには、いろんな素材が組み合わさってるようには感じにくいところが、こう逆にそうやってお話聞くと驚きですね。あとはやはりこの三日月型にカットされた肘の内側ですね。ここ、こう曲げやすい、運動しやすいように、脇の下もくり抜いてあります。いや、確かにこれは手の込んだ作りですね。さすが国家予算みたいな
感じですか？そうですね。もうエネルギーを感じますよね、この作るのに。そうですよね。はあ、これはすごい。このフロントジッパーもですね、はい、ヴィンテージを分析したところ、そのいくつか種類はあるんですけど、一番最もスムーススライディングなアルミの鋳造方式、これなんかもね一から作ってます。へえ、そうなんですね。はい、まあ、フロントは大型の15サイズと言われるサイズで、そのさっきのシガレットポケットのはこっちもありますもんね、小さい小ぶりの5号サイズ、どちらもスライダーを解除するとオートロック自然に止まるっていう。はははは。手を離せば自然にここで止まるよというものですね。ロック機構がついたジッパーですね。はいはい。これはテープもこれ素材は綿ですか？綿テープですね。このファスナーテープは、これも使っていくうちに色が変わってきそうですね。じゃあ綿だったら、あ、ちょっと待ってください。今ちょうど触ったところにこんな、わかるかなこれ。はい、シガレットポケットもペン差しポケットがあるんですけど、これはペンプロテクターと言いまして、まあ俗にペンキャップなんても言われるんですけど、ボールペンとか刺した時にナイロンを保護するための突き抜けないように、そうですよね。ここから出ちゃいますからね。硬いもう本当にキャップのね、鉛筆のキャップの形がここに浮き出てますけど、バズリクソンズで一からこのペンキャップも作ってるんですけど、一からこれ既製品でないんですか？さすがに。真鍮製ですね、入れてあるのは。ほう、そうなんですね。真鍮、それも当時も真鍮だったからそれを再現していると。で今度はこのシガレットポケットの上にあるこのインシグニア US エアフォースのステンシルですね。これもアイロンで当時と同じ方法で転写する一着一着、そういう方式のもので、このインクもですね、ヴィンテージと同じようにインクを分析するところから始めまして、そこは手抜いてもよかったんじゃないですか？いや、この雰囲気は出ない。他のインクだとダメなんです。この風合いが出ないんです。徹底的にインクまでこだわるわけですね。これをスレとか摩擦によってヴィンテージと同じようにフェードしていく、かすれていくような感じで、なんか触った感じも気持ちいいな。このナイロンにちょっと乗っかったインクの雰囲気がいいですね。そこも手は抜けなかった。すごい、もう一切のじゃあ妥協をしないでバズリクソンズでは再現をしたわけですね。そうなんですね。これ何かがどっか違うと、素材が違うと、ヴィンテージの持つそのオーラに近づかないんですね。そうですか。だから今まで何度も試行錯誤、この M1 を作るにあたって当初、何度も試行錯誤を繰り返しました。いやね、なんかもう見えないとこだし、まんまじゃなくてもってつい一般人小市民は考えてしまうんですけれども、いやこれはでも本当にもう当時の人になりきって最高級のものを追求したというのがこのバズリクソンズの MA1 と、そういう感じなんですかね。国の威信をかけてこの一着の MA1 にどれだけのエネルギーを費やしてたかっていうのを作っていくと分かりますね。すごい話ですね。これ今私が持ってるのは、ライニングがその表地と同じようなセージグリーンの MA1 のファーストモデルというモデルに値するんです。最初期のものを復刻したものですね。でこれからまた MA1 も改良されてですね、リバーシブルで今度着用できるような仕様になって、裏地が今度オレンジになるんです。レスキューオレンジって言われる、すごくビビッドなオレンジになりますね。それが飛行機でこう不時着した時にですね、自然の中で救助を求める時に目立つように、そのオレンジ側を表にして着用するという、その辺も改良が進められて、このファーストモデルとの違い、さらにはこのウィンドフラップファーストモデルの特徴はこう角張ってるんですね。それが改良されてまたラウンドのフラップに変わったりとか、MA1 も MA1 でどんどんまた進化していくんですね。この中でも変わりながら、ただ MA1 というのはしばらく続くわけですよね、この形というのは。1950年代に当時の究極、MA1 が誕生して、これインターミディエイトゾーンでした。で同時期に L2B が
ライトゾーンでもあり、ヘビーゾーンでは N2B、N3B、N3B と、はい、そうですね、フードのついたやつがあり、みんなこのセージグリーンのやつで揃うわけですよね。その後もしばらくその改良はされますけど続いていくんですよね。ずっとこの、今挙げたようなモデルっていうのは先々10年、10年以上20年と続いていくようなモデルたちなんで、だから1950年代は、フライトジャケットの黄金期と言っても過言ではないような、そこでみんなが完成の域に達したよみたいなところですかね。10年間の間に目まぐるしい変化があって、そこでできたものは20年以上続くって、確かにそうですよね。だから本物だけが持つ魅力、寸分狂わぬ材料と型紙を採用しているので、なんかバズ・リクソンズのものづくりの良さが全てこの MA1 に凝縮されてますので、ぜひこのバズ・リクソンズの MA1、着用して体感してほしいですね。もう代表モデルですもんね。はい。それでは今日の講義はこの辺りで。ありがとうございました。ありがとうございました。